偽りの代償のリセットプレイ、やっていきましょう。よろしくお願いします。前回までのあらすじ。ネルコードを3階を踏破、やはりゼルクは3階にはいなかった。ゼルクを含め、ほとんどの熟成は、新しく見つかった4階以降に突入した模様。ほとんど全滅したっぽいです。一体何が待ち受けているのやら。では我々も出発。ここが4階への扉。前回、青葉の飾りがついた扉、みたいに言ったけど、羽の模様に青サビが浮いてるだけだったわ。なんとなくの字面でしか覚えてなかった。ネルコード、地下4階。初めて足を踏み入れたこの地は、これまで踏破してきた上層と明らかに雰囲気が違っていた。地下3階までは、壁も床も天井も、明らかに人の手で作られたものだった。だが、ここはそうではない。先行したゼルク塾の塾生たちが、壁面など一部に手を加えた形跡はあるが、空間そのものは人造のものではなかった。強いて言うなら、動物の鋭い爪や強靭な顎を使って土や岩を削り、その結果として生まれた地下空間。いや、違うか？本当にこれは、動物が作ったのか？ふと、君たちのすぐそばを、一匹のハムシが飛び回っていることに気づいた。シロアリの一種だろうか。それは、敵の接近を警戒する蜂のように、ブーンと羽音を立てながら周囲を飛び回り、やがて闇の中へと去っていった。それ絶対偵察機でしょ。追いかけた方がいいと思うな。漫画とかだと、絶対今頃最深部で、ボスが視界共有してふんぞり返ってるやつ。にしても随分と広そうな空間ですね。早く明かりが欲しいな。うわ。真っ暗なダンジョンの中で、ふと横向いたら忍者。現実だったら心臓止まってるぞ。ゲーム内では、心臓よりも首の心配をしましょうか。おそらく最下級の忍者系モンスターといったところでしょうけど。まだクリティカルは持ってないんじゃないかな。ありゃ、弱いな。後で図鑑見たら、ちゃんとクリティカル持ってました。容赦ねえな。あ、床材が違うから足音も違う。相変わらず軽い音。で、早速のイベントマス。なんだろこれ。まさかのいきなりエレベーター。ネルコードは、最低でも9階まであることが分かってしまった。ノーリセットプレイじゃなければ、いきなり下の方に降りてレベル上げとかするんですが。今回はやめときましょう。あ、魔法禁止ゾーン。塾でやったところが早速出ましたね。あ、これゼルクゼミでやったところだ。急に忍者とか浪人とか出てくるじゃん。日本に繋がったのか？あ、プリーストブラスター。ごめん。嘘だろ、もう3回目だぞ。ペースが早すぎる。もはや疑う余地はない。シーフ・キリタン、プリーストブラスターが苦手。他のシナリオやってる時は普通に解除できるのに。奇跡的に被害はなし。ここから先、非常に生々しい表現があるので、苦手な方は5分35秒まで飛ばしてください。悲惨、凄惨。それ以外に言葉がなかった。積み上がった無数のムクロと、その表皮を這い回る無数の虫。虫がムクロの死肉をかじり、血や体液を吸い、卵を産みつける。それらの営みに伴う、カサカサという音が部屋に満ちていた。食料庫。そうした言葉が脳裏をよぎる。自分たちは今、虫の巣穴にいて、この部屋はその作用。手に入れた食料を運び込み、保管している場所なのだろう。この巣穴で呪文が使えないのも、おそらくは無数の虫たちのせいだ。奴らは、人間には聞こえない周波数で、うるさいほど会話しているために、呪文の発動を阻害しているのではないか。こんな場所に長居は無用。そう思った君たちがキビスを返した、その時。殺してくれ。かすかに、人の声が聞こえた気がした。驚いて、君たちは振り返る。
虫の中には異様に賢いものもいる。麻痺毒などで獲物を生け捕りにして、生かさず殺さず長期保存するのだという。もしや、このムクロの山の中に、生存者が？だが、ムクロの中では比較的原型をとどめたものの眼下から、大きなムカデが這い出てきたのを見たときに、君たちは、先ほどの声が錯覚だと悟る。このムクロを蘇生できたとして、絶望と狂気で損なわれた魂は、元に戻らないだろうから。うげー。かなりテキスト攻めてきましたね。熟成と思われる冒険者たちの末路が生々しく描写されていました。飛ばした人用の要約。あ、終わったかもしれん。総勢16体からの先制ブレス。これは普通に全滅もある。しかもダメージ結構でかいな。うおー。ガチでやべえ。明治にこれは無理。プリーストでも無理っす。ビショップが耐えられるはずもなく。これがウィザードリーだ。塾では教えてくれない現実。よし逃げよう。前衛だけでこんなの16体も相手にできるわけがない。逃げられなきゃ全滅だ。まあそこまで真相ではないので、助けに来れないことはないかな。頼む。逃げられるかどうかより、謎のボタン連打判定でまたすぐバトルに突入しないか不安。ボタンを一瞬だけちょんって押さなければ。ふぅ。びっくりした。親切な虫さんたちが、ここはもう塾ではないぞと教えてくれました。親切でした？方法の体で帰還。肺炎ははっきりしてます。レビテイトがないからです。先生さえ防げていれば、こうはならなかった。早くレビテイト覚えて。復活。生命力16は一末の不安がある。無事復活。あとは大丈夫でしょう。こんなこともあろうかと、生命力重視ビルド。復活。やれやれ。途端に探索が怖くなってきた。またしても生々しい表現があるので、苦手な方は11分3秒まで飛ばしてください。その部屋の中には、半ば白骨化した無数のムクロが積み上げられていた。肉や血は残っておらず、腐敗臭もない。この界のモンスター、特に虫たちが、残らず食べ尽くした後らしい。忍者とか浪人、共犯にされてて草。いわばここは、食べかすのゴミ箱か。剣や鎧など、食べられずに残った装備品を見る限り、元はみんな、ゼルク塾の塾生らしい。少し探ると、この界を探索、踏破するため記されていたらしい、マップやメモの類がいくつも見つかった。この界のモンスター、中でも虫たちは明らかにおかしい。敵意と殺意の塊だ。また、虫どもは知能もすこぶる高い。こちらの話す言葉を理解しているのかと、そう疑わせる出来事が何度もあった。虫だけではない。蛇や爬虫類の類もだ。奴らは群れをなし、意思疎通を図りつつ、侵入者たる我々に襲いかかってくる。また、虫の中には、人間に取り付いて、耳から脳に入り込み操ろうとするものも。おかげで塾生同士で、何度も同士討ちを演じさせられる羽目になった。しかし、こんなことがあるものだろうか？ここまで危険で、凶暴で、陰湿で、悪意を持って人を襲う虫など私は知らぬ。何度となく奴らと戦ってきた今も、正直、目の前の現実を信じられずにいる。それを読み終え、手放そうとしたところ、また別のマップ帳とメモ書きが見つかった。ご皇帝の一人、レベッカ様によると、東洋では、蛇も虫も同族と考えられていた時代が長くあったらしい。
さすがはゼルク塾随一の賢者とされる方。ビショップだけに広範な知識をお持ちなのだろう。また、東洋にはこんな言い伝えもある。千年生きた蛇は天に昇り、竜になる、と。なら、天ではなく、ひたすら下へ、地に潜っていった蛇や虫は何になる？我々の文化圏では、地の底といえば悪魔や堕天使の住処。虫や蛇たちが、地の底で悪魔に出会い、狡猾で邪悪な性質を持つに至った、と、そうは考えられないだろうか。オスエドラを震撼させた神託のことを、君たちは嫌をなく想起させられていた。最悪、邪悪、殺戮、死を超える恐怖。それらは地の底より湧き出る、と。ゼルク塾の面々は、自覚せずして、その脅威と感化を交えていたのでは？4階に来てから、ガラッと雰囲気変わりましたね。実はめちゃくちゃワクワクしてる。かなりテキストに力入ってて、緊張感とかもすごく伝わってくる。飛ばした方のために要約すると、この回の虫は異様に陰湿で殺意が高い。地の底に潜りすぎて悪魔かなんかに出会ったのかみたいな感じ。この辺りが4階のメインエリアっぽいので、今回はそれ以外のマッピングだけしてしまいましょう。こいつアンデッドですよね。そういえば、あいつがドレインについて話してましたね。見た目、好意のアンデッドって感じではないので、まだドレインの上、なんか力が抜ける。持ってんじゃねえかドレイン。しかもファイターキリタンかよ。ファイターキリタンの現在のレベルが8だったのが7に下げられたわけですけど、レベル9になるための経験値は溜まってたので、実質2レベル持っていかれたことになる。マッピングする前に帰還しとくんだった横着の代償。これがウィザードリーだ。卒業した途端にバシバシ厳しい現実を突きつけてくる。まるで実社会ですね。ああ憂鬱だ。他の2人のレベルアップ可能ですの文字が眩しい。見てこの経験値の差。3万以上持っていかれた。さっさとマッピングして帰ります。あんなことがあったのに、光栄2人のレベルアップに帰らないのは、まあ光栄には飛んでこねえだろ、と判断してのことです。それは、判断というか楽観では。というわけで、マップは現状こんな感じ。右上と左上は、虫の巣穴っぽかったので次回以降に。帰還。今回は散々な目に遭いましたね。いつまでもチュートリアル気分じゃダメだな。頼むからレビテイト覚えて、死活問題だから。そろそろギャグでは済まされない。呪文確認タイム。かたくなにキュアパラリシスとマジックライトを覚えない。暗いの怖いんですけど。キュアパラリシスより先にキュアオールを覚えかねないぞこれは。どうせ今度はキュアオールをなかなか覚えないとかじゃないんですか？ありそうだからやめて。明治ゆかりさんは、レビテイト覚えましたね。よかったよかった。常駐魔法3つを同時に覚えたのなんて初めてだ。これで少なくとも先生ブレスには怯えなくて済む。虫の巣穴、魔法禁止ゾーンじゃありませんでした？ひえ。まあそれでも、次回以降の探索は、ちょっとはマシになるでしょう。ではまた次回。